こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週も ESP32 ダブルローバーカムのチュートリアルを追っていきます。で、今週はスマホから BLE で基板上の LED をオンオフしてみましょう。ところでこれを見てください。餌を与えて引き出しに入れといたら ESP32 ダブルローバーカムが分裂しました。嘘です。いや、最初のを買った時に足が曲がってたので、レビューに書いちゃったんですよね。写真付きで。そしたら出品者側から Amazon 経由でメールが来て、返信で状況を説明したらあっさり返金されました。ちょっと驚きの潔さです。なんとなくタダで手に入れた商品で動画作るのもどうかなと思ったので、返金されたお金で同じものを購入しちゃいました。まあ、じゃ持った時のために指揮を持っとくのは基本ですからね。ちょっと寄り道しましたが、話を戻しましょう。では、いつものように資料を見てください。新旧の Bluetooth についておさらいしておきます。昔の方の Bluetooth を Bluetooth クラシックと呼んだりします。Bluetooth クラシックの方が伝送速度は速いですが、消費電量が大きいです。新しい方の Bluetooth は Bluetooth Low Energy と呼びます。クラシックと比べると伝送速度は遅いですが、低消費電力で電池で動くデバイスなんかがこれを使っていることが多いです。今週は Bluetooth Low Energy を使います。それではチュートリアルのプログラムを見ていきます。ちょっと字が小さくて見づらいですね。詳しくはブログの方も見てください。先週の Bluetooth プログラムよりはちょっと複雑です。BLE プログラムで特徴なのがここです。BLE では各機能に UUID という数値が割り振られていて、この UUID を使ってそれぞれの機能にアクセスします。例えばこの3つの UUID はそれぞれシリアル通信、その受信、最後が送信を表しています。ここはコールバックという特定の条件が発生したときに自動で呼ばれる関数になります。上の関数は BLE の接続が確立したときと切断されたときに呼ばれて、下の関数は BLE で通信が入ってきたときに呼ばれて、通信内容をバッファに取り込みます。ここは BLE についての設定をしている部分です。こことここにさっきの UUID が使われていますが、何をやっているのかほとんどわかりません。やっとおなじみのセットアップ関数とループ関数です。セットアップ関数ではシリアル通信の開始、ループ関数では BLE で受信したらシリアルに、シリアルで受信したら BLE に投げるように記述されています。前回同様のテキストのやり取りだけでは味気ないので、コマンド送信で LED のオンオフができるように改造してみましょう。スマホの方からオンという文字列を受け取ったら、ピン LED 端子をローにします。つまり LED が点灯します。オフという文字列を受け取ったら、ピン LED 端子をハイにします。LED は消灯します。ついでにシリアルの方にもその旨通知しています。セットアップ関数の方にもピン LED を出力に設定する命令を入れて、ついでにハイに設定して消灯しています。はい、それでは実際に起こしてみましょう。プログラムはもう読み込んであります。それではコンパイルして書き込みます。ポチッと。時間がかかるので加速します。コンパイルと書き込み完了しました。
も BLE の端末として動いているはずです。それではこちら、スマホ画面が出ていますので、先週と同じくシリアル Bluetooth ターミナルを立ち上げます。メニューのデバイスから ESP32Bluetooth を探します。ここにデバイス名が出てこないときは、ここのスキャンで探してみてください。ESP32 がちゃんと動いていれば、ここに表示されるはずです。見つかったら、ESP32Bluetooth をタップすると、ターミナル画面に移ります。ターミナル画面の一番下で、Connected と表示されていれば、接続はうまくいっています。ESP32 を画面に出しまして、それでは早速オンと打って送信してみましょう。LED がつきました。今度はオフと打って送信。LED が消えましたね。スマホからのコマンド送信で LED のオンオフが制御できました。これも比較的簡単でした。これを応用すれば、例えばモーターをスマホからコントロールすることもできそうです。夢が広がりますね。さて、スマホから BLE を使って ESP32 ボード上の LED をオンオフさせてみました。意外と簡単にできるものですよね。とはいえ、シリアルのソフトでオンとかオフとかコマンドするのも面倒です。JavaScript でボタンとか使ってユーザーインターフェースを作ってやればもう少し実用的にできますかね。そっちの方はまたどこかでやりたいと思います。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。次は SD カードへのデータのやり取りをやるみたい。これ実は初めてなんですよね。楽しみです。それではまた次回、よろしくお願いします。